はい。うわー、流れの中。おい、来た。あれ、いや、乗っとら。なんで何いや、乗った乗った。はいはいなんか乗ってる。来てる来てる。あれ、えらい、なんか乗ってるんですけど、乗ってるドラグベラ弱か。いや、これから慌てずね。よっしゃー、食ったー。突然でびっくりした。おーっと、ドラグが勢いか。ドラグの縛っとられた。太かでかかっすね。でかい。まあ大きいんじゃないですかこれ。波もあっと思うけどきつい。もうすでにへばってきた。食った瞬間ちっちゃかと思ったんですけど割と、はい。ちょっと絶対あげたいこれ。おお素晴らしい船長1年ぶりです。頑張ってついに食った。はい、頑張れ頑張ります。10キロは超えとんでしょ。楽勝でしょ。ああいくらいた。はい。はい。あ、できた。やった。でかい。ほら、こっち。船長、太か。いや、はい、持ってきて。持ってきて。はい。いやー、来たー。しゃー。だけすか。船長。やりましたか。もう腕の番。でかー。
どうもサブちゃんですなんかサブちゃんっていうキャラクターのことは聞きますけど、今回メインチャンネルの方でね、釣れた時にその釣った時の装備をなんか紹介できないかということで、新たにサブチャンネルの方で紹介していくことになりました。まあ、あくまでも素人の目線からの考察ですので、そこは温かい目で見てもらえればと思います。で、今回も22キロのヒラマサ、ブレイブスターの船長とともに五島で釣ってきましたけど、で使用したタックルですけど、リールはこれソルティガのエクスペディション 5500H で、使用したロッドがこれ C80MS っていうロッドで、ルアーがこちらですね。別注ヒラマサ 220F、 これフローティングの F ですね。でこの装備で釣りました。釣らせていただきました。今回ラッキーとしか言いようがないと思ってます。ルアーの泳がせ方でかけ方まで考えした人も王さんらしくて、どっちから魚が泳いでくる、どの方向で来るから、この方角に投げてこのぐらいで引けばこう食うから上がりやすいとかいう計算までされる方たちも、やっぱり玄人の方たちいらっしゃるんですけど、そこまでの計算は私はできてません、はっきり言って。ただもともとルアーが大好きなんで、これで正解なのかどうかわからんけど、自分が使ってたルアーの扱い方はこうですね。別注ヒラマサ飛距離めちゃめちゃ出ます。まずめちゃめちゃ飛ぶです。重たかですけど、で投げた後通常時何もせんと小がんなったとですよ。こう立ってるでポンって立っとって、下の方に重心かかって上の方がねちょっと浮きやすくなったけど、こいつは引くことによって倒るでしょ。で水面のところはこいつで蹴っとるんですよ、バシャって。泡のところは潜らせるってことけど、結構ねルアーによっては長く引いて戻して長く引いて戻す時にこうしようというイメージ。ドーンで戻す時にここまで立てんと倒れない、倒れんぎ気泡が出ない、その連続ね。でもこいつは立つスパンの速い加減がジョボン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 、結構ピッチが速く、動画で見てもらうけど結構速いピッチでパンパンパン、ラインバちょっと吹けば作ってパンパンパンって感じ。ラインバ吹けば作らんとどうしてもこう来てこのままやけん、できるだけ早めに吹けば作ってあげるとこう戻りやすくなる。でその気泡を何度も通すドッグウォークをイメージしたような動きで自分は動かしてました。運用素抜群って言った理由はですね、デカカトってがっつり引いて大体切るってですもんね、太カト。船長があの時かけた後船をうまく操縦してくれてるんですよ。背に入ったり根に入るも下はとにかく下に潜り込んで石の周りぐるぐる回ったりするんで、すぐ使っていけるでしょ。どんだけ太いのかけとってもやっぱり切れる時は切れるやろうし、なんか聞いた話10年間ぐらいね頑張って生きよっけど20キロ上げたことないっていう人も多さぐらい、最後には運用素かけるまでは結構あるらしい。でも上がるか上がらんかは食わせ方だったりが肝になってくるところはないでしょうかね。奥の深かなと思うけど、ラッキーな食い方、前のフロントフックにかかると結構上げやすかとかいいですね、後ろのフックやと外れやすいとか言われるパターンですね。でもう一つは地獄にかかってるとラッキーなんですけど、例えばエラの上とか唇やげもう見切れしたりもする。で食わせ方も考えんかんとかなって思いよった矢先に食ってくれた時もことだけど、ピッチは長くすると多分ちゃんと食えないのか分からんけど、そのせいでか今まで外れてた、軽くちょんちょんしとったけんが綺麗にかかった。どういうことやろな、よく分からん。これ運用素でしょうね。でもう一つラッキーなのはこう食ってくれてたら早いんですよ、口の中に。こう食わせきれるともう泳ぎながらだからエア呼吸とかできんけんが、魚がすごいバテるのが早いだけ上げやすい。俺とフロントフックのとこに地獄にかかっとった状態で、もう一個運用素のラッキーやつはこれ、もうドラグ結構ゆるゆるにしとったんですよね、リールこんくらい軌道引っ張っても折れんごとこんくらいしとったけど、今度緩い状態にしてたんですよ私だけ。それで釣りに出てリーダーが結んでもらって新しくして臨んだんですけど、緩い状態であることを確認しなかったんですよ私、船の上で。そのおかげなんです実は。いつもガチガチにしてる。その平間さんの10キロ20キロやってくるともうドラグ限界まで締めて、でちょこっと戻すぐらい、ちょっと引っ張っても出てこんぐらい、これを引っ張ったら20キロっていうぐらいの合わせ方してるんですけど、こいつがゆるゆるになっててくれたおかげで初動の走りジュワーって持ってかれて徐々に調整していけた。地形もラッキーやったですね。下にこうデコボコしとられたけんが地形がラッキーやったけどそういう対応ができたろうけど、下に背ばっかだと多分ガチガチにしてパワーで持ってこいかんけど、下に地形がねうまいこと多分ちょうど頑張ってたのかな、いいところを多分かかって、さらに平間さんもかかった直後かかっとくんだも気づいてないと思う。なんでかというとかかったすぐはこれ5キロぐらいかなって、ちっちゃなヒラマサだなって思うぐらい抵抗もなんもなかった。
そこから徐々に締め込んでいきよった時にガバーって持ってき始めたとですよね。その間にちゃんとグイーってそのままうまいこと引っかかってくれる。でこいつのフッキングっていうか完全に向こう合わせやって持っていくまで引きっぱなし、来たってなった瞬間に持っていき始めてもう向こう合わせ合わせる。もう来たってバーンってするんじゃなくてグーって持ってき始めてもうその時点でもかかっとるけんが、ドラグの硬すぎるとその時点でね中途半端にかかった人弾いたりもするし、それが緩かったこととか運の良かったというとは一番言えてることだと思います。でブレイブスター船長一番喜んでるのは船長ですけど、ブレイブスター調べると出てきますんで、ぜひ船長脱サラしてやられてますよ。頑張って釣れるように今されてます。本当にね今年も20キロも結構何本か上げられてるんで、私からもあれですね、船長いつも協力してもらっておけんこんなことしかできんすけど、もし興味あれば長崎ブレイブスターかな、佐世保ブレイブスターで調べて行ってもらえたら私も嬉しいです。自分なりの考察ですけど、私はプロでも何でもないんですけど、ただあくまでもそういうコーナーということで、釣れた時にどういうふうなことをしていたのかっていうパターンを自分なりに、紹介していました。今後ねまたね釣れた時は素人目線ですけども、今後ねゴンちゃんとかイチとかケイコちゃんもしてもらいましょう。もちろんキネタンにはしてもらいましょうね、釣れた時は。金さんとかも C 社かもしれないですね。これ釣れた時は釣れた装備は説明することで、最近始めた方たちとか見てもらってなんかヒントがあればなっていうふうに考えております。